まずは、うつ伏せに寝ましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。左のかかとをお尻に近づけます。左手で骨盤の下、ここに手を入れてみましょう。床と骨盤の隙間に手が入る方、骨盤が歪んでいる証拠です。あともう一つ見てほしいことは、かかとがお尻につくかです。理想は手を使わずにかかとがお尻につくこと。で、左手を使って、こうやって手でサポートすれば、かかとがお尻につく。これはなんとか最低ラインクリアというイメージです。で、手を使ってもかかとがお尻につかない人はかなりやばいと思ってください。では反対足もやっていきます。では右足のかかとをお尻に近づけましょう。右手でこの骨盤の下に手を入れてみて、骨盤と床の隙間ある方は骨盤歪んでいる証拠です。で、もう一つ見てほしいのは、かかとがお尻につくかどうかです。理想は手を使わずにかかとがお尻につくこと。で、手を使ってかかとがお尻につけば、最低ラインはクリアというイメージです。で、手を使ってもかかとがお尻につかない人はかなりやばいです。ビフォーアフターで1回で変化出ますので楽しみにしててください。一緒に頑張りましょう。じゃあ、うつ伏せのまま1種目目やっていきます。かかとをお尻に近づける。こんなイメージです。かかとがお尻につかなくてもいいので、できる限り近づけましょう。で、急いでやるってよりも、ゆっくりでいいので、かかとをお尻に近づけるように、ギュッ、ギュッと力入れましょう。こう、裏ももとお尻の境目あたりにこうやって手を添えて、あ、この筋肉使ってるなーって感覚があれば、それで OK です。呼吸は止めないようにしましょう。で、この次の種目から上向きになりますので、スマホを持って上向きになる準備しておきましょう。枕ある方は枕を入れるといいと思います。OK、上向きになります。スマホは手に持っておきましょう。じゃあ、右足を大きく外回ししていきます。時計回りと反対、反時計回りに大きく足を回します。早くやることが目的ではないです。普段動かさない範囲でゆっくり大きく回していきましょう。股関節がゴリゴリなるよって方は、痛みがなければそのまま大きく回して大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回していきましょう。呼吸を止めないようにしましょう。スピードよりも普段動かさない範囲で大きく動かすことが目的です。 OK で、次左足やっていきます。こっちは時計回りですね。時計回り、内から外に向けて回してます。こっちも同じです。ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければね、大きく回して大丈夫です。呼吸止めないようにしましょう。で、冒頭でお伝えした2日でマイナス6センチ痩せた人、その人がね、どの動画やってたのかは概要欄貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。呼吸止めないようにしましょう。皆さんもね、やればちゃんと成果出ますので、最後までね、ぜひ完走して1回で変化実感してみましょう。 OK。 そしたら次、この左足を右こっちに持っていきます。腰をねじるみたいなイメージですね。で、左膝床につけて、この肩なるべく床にぐーっと近づけましょう。腰、お尻、背中伸びてれば OK です。左肩がね、床につくのが理想なんですが、つかない方、そんなに無理にぎゅーっとつけなくていいです。痛気持ちいいぐらいで腰、お尻、背中伸びてれば OK です。呼吸はね、止めないようにしましょう。これまだ最初の準備運動だと思ってください。OK。逆もいきます。右足を左、こっちにねじります。右膝は床につけておいて、この右肩、なるべく床に近づけましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。皆さん、最初のチェック、わかりやすかったですかね。こうやり方、いまいちわからないとかあれば、コメントでどんどん質問してください。で、基本的には1回で多少変化が出るんですが、出ない方もね、大丈夫です。何回か繰り返していくうちに、必ずね、どんどん良くなってきますので、太ももも細くなるので、一緒に頑張りましょう。呼吸だけ止めないで、できつかったらね、途中でサボったりとか、再生速度調整したりして大丈夫です。OK、上向きになりましょう。そしたら、こうやって膝曲げたまま、膝同士はつけておいて、お尻を持ち上げます。お尻を持ち上げる。
裏ももとお尻の筋肉を使うので、こうやって触ってね、裏もも、お尻力入ってれば、それで OK です。腰痛い人は絶対無理しないでください。で、膝同士しっかりつけておくとね、内ももも効きますので、なるべく膝同士つけておきましょう。で、どうしてもお尻使ってる感覚ないよって方はね、もう練習あるのみです。こうやってお尻触って、お尻意識しながらね、やっていくうちに感覚出てきますので、一緒に頑張りましょう。OK。そしたら次、片足ずつ上げていきます。こんな感じです。前ももをなるべくお腹にギュッと近づける。しっかり近づければ腹筋に効いてきます。腹筋とかね、股関節付け根使ってる感覚あれば OK です。もしね、全然余裕だよって方は、足上げるときに、ちょっと上半身もギュッと上げてあげると、より腹筋に効いてきます。呼吸は止めないで。で、なるべく足上げる瞬間に息吐くといいです。こんな感じです。首痛い人とか絶対無理しないでくださいね。OK。そしたら一回膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに開いたら、内外にねじっていきましょう。これはね、休憩ストレッチです。股関節、付け根から動かすイメージです。内外にしっかり動かしていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。腰が反って痛いよって方もしいたら、こうやってね、膝曲げた状態で左右に倒しても、もちろんこれでも OK です。皆さんどうですか？ついてきてますか？もしね、ペース速かったりしたら、再生速度調整する、各種目最後の10秒サボるとかね、自分で調整してみて、やってみてください。OK。そしたら一回、膝曲げた状態で、右足だけしっかり伸ばしきる、戻す。伸ばしきる、戻す。これ繰り返していきましょう。しっかり伸ばしきることが目的です。で、伸びきらないよって方はね、ちょっと高さ低くしてもいいです。これぐらいでもいいです。しっかり膝を伸ばしきる。逆に余裕だよって方は、なるべく高い位置で、しっかり伸ばしきる。これもスピード勝負じゃないです。膝伸ばしきることが目的です。伸ばしきるとね、この裏もも、膝の裏伸びる感覚があると思います。しっかり伸ばしきる。OK。逆足やっていきます。しっかり伸ばしきる。伸ばしきる。一回一回足床に下ろしてもいいですからね。スピード勝負じゃないです。伸ばしきることが目的です。きつかったらこうやって低い位置でも OK。呼吸止めないで。頑張れる人は高い位置で。きつい。しっかり伸ばしきって。このね、伸ばしきるときに膝肉使いますからね。伸ばしきる。で、次の種目から横向きになります。右向きで横向きになるので、スマホを持って右向きになる心の準備だけしておいてください。しっかり伸ばしきって、ラスト1回伸ばしきりましょう。よし、伸ばしきる。OK。次、右向きで横向きです。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝90度に曲げておいて、膝同士離す。膝同士離す。お尻の横、ここを使うイメージです。呼吸止めないようにしましょう。お尻の横、ここを使う感覚ありますか？触ってね、あ、硬くなってるなとか動いてるなって感覚あれば OK です。これすごい地味なんですけど、正しくやるとね、めちゃめちゃお尻の横効きます。NG パターンは、こうやって体がね、後ろに倒れちゃうと NG です。骨盤固定したまま、膝だけ離す。膝だけ離す。OK。そしたら、右足前に出して、このね、左足、真上に上げる。お尻の横、ここ使ってます。真上に上げる。呼吸止めないで。きつ。これきつい。なるべく高く上げましょう。呼吸止めないで。頑張れ頑張れ。もしね、多分ね、そろそろきつくなってくる方いると思います。各種目最後の10秒サボる。再生速度を変える。一回ね、途中停止して水分補給する。自分がね、やりやすい方法でぜひ最後まで完走してみてください。完走することでね、本当に1回で変化わかりますので、楽しみにしててください。きついな、これ。OK。そしたら、右足前に出したまま、左手で左足首掴む。こんな感じです。できますか？左の前ももをストレッチします。左の前もも、付け根、この辺がね、伸びてれば OK です。で、余裕がある人は、ちょっとね、
この左足を後ろにギューッと引くといいと思います。こうするとより伸びてきます。で、まだ余裕があるよって人は、わざとね、猫背を作る。腹筋、力入れて腰を丸める。わざと猫背を作ると、めちゃめちゃ前もも伸びます。ただ、これ前もも伸ばすことが目的なので、きつい人はね、こうやってただ、足首持ってるだけでも十分伸びると思います。よし、OK。そしたら次は、左手、ぐっとこうやって胸を開く、戻す。胸を開く、戻す。呼吸止めないようにしましょう。で、こうやってね、骨盤ごと開いちゃうと意味ないので、骨盤は固定しておいて、手だけ後ろに持っていく。こんなイメージ。背中の筋肉を使います。背中の筋肉使って胸は伸びる。これもスピード勝負じゃないです。普段動かさない範囲までしっかり胸を開く。頑張って。骨盤固定しておいて。で、この次の種目から逆向きになりますよ。じゃあ皆さんスマホ持って願い打ちましょう。逆向きです。よし、そしたら、スマホは顔の前に置いておいて、膝は90度ぐらいに曲げて、膝同士離す。このお尻の横を使う感覚ありますか？頑張って頑張って。ここ。こうやって手でね、お尻の横触ると、あ、動いてるなーって感じがあれば OK です。スピード勝負じゃないですよ。お尻の横を使うことが目的。頑張って。きつい。NG パターンはこうやって、後ろにね、体ごと倒れちゃうのは NG です。頑張って。ラスト1回。OK。左足前に出して、この右足、真上に上げる。真上に上げる。お尻の横をここ使う感覚あれば OK。そろそろね、皆さん疲れてきたと思います。極端な話ね、もう無理せず一種目丸々サボってもいいと思います。なんかちゃんとね、完璧にやるってことよりも、サボりながらでもいいから、完走して、それを習慣化することが大切です。もうね、僕の中で習慣化の定義って、週に1回でもやってれば習慣化なんで、全然それで OK。何もやんないよりはね、はるかにいいので、ラスト1回、しっかり上げて、OK。右手で、右足首掴みましょう。右の前ももストレッチです。伸びますか？余裕がある人は、ちょっとね、こう右足後ろに引くと、より右の前もも伸びてきます。伸びてればね、そんな無理しなくて OK です。余裕だよって人はわざと猫背を作る。腹筋を使ってわざと猫背作るイメージ。そのまま右足後ろに引くと超伸びます。ただこれきついので無理しなくていいです。右の前もも伸ばすことが目的。伸びてれば OK。どんどんサボりましょう。呼吸は止めないで。よし、OK。そしたらこうやって足揃えておいて、右手を前に持ってきて、胸を開く。前に持ってきて、胸を開く。骨盤が後ろにこうやって倒れちゃうと NG です。膝同士はつけたままってイメージですね。そのまま、開く、戻す。これね、足痩せなのになんで上半身入ってるのっていうと、結局ね、足だけ痩せるって難しいので、全身やるのが一番理想なので、なるべくね、どの動画も1種目ぐらいは、こうね、上半身とか入るようにしてます。頑張って。で、この次の種目から、うつ伏せになりますよ。スマホ持って、うつ伏せになりますよ。ラスト1回しっかり開く。OK。スマホを持って、うつ伏せになりましょう。よし。そしたら、うつ伏せになったら、上半身べちゃっと寝かしちゃっていいです。で、足揃えたまま、お尻の穴をギュッと締める。緩める。お尻の穴ギュッと締める。緩める。これ感覚わかりますか？難しい方こうやってお尻触りながらやるといいと思います。お尻に力入ってれば OK。お尻の穴ギュッと締める。緩める。ギュッと締める。緩める。で、ちゃんと力入ってるとね、お尻の穴が閉まるときに内もも使う感覚もあると思います。頑張って。呼吸止めないで。ゆっくりでいいからしっかりお尻の穴閉める。ギュッ。戻す。OK。そしたら、次、左足を右、こっちにねじります。左のお腹の前面伸ばしてます。なるべくつま先向こうに向かってぎゅーっと伸ばしましょう。でね、うまーく伸ばせると、左のお腹の前面からこの股関節付け根ぐらいは伸びるんですけど、
ちょっと難しいかもしれない。まあ、お腹の前面伸びてれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。次逆足いきますよ。右足を左、こっちに持っていきます。右のお腹の前面、伸びる感覚あれば OK です。腰痛い人は絶対無理しないでください。右のお腹の前面から股関節付け根にかけて伸ばすことが目的です。もしね、きつかったらこうやって一回戻してもいいし、サボってでもいいし、もう一回やり直してもいいし、なんでもね、自分が習慣化しやすいようにアレンジして動画使ってもらえればと思います。きついな。呼吸だけ止めないで、腰痛い人絶対無理しないで。OK。そしたら、最初に行ったパタパタしていきます。かかとをお尻に近づける。このイメージでパタパタ動かしてみましょう。皆さんこれだけでもね、最初よりかなりかかとがお尻に近づいてる、もしくは動きやすいってことがわかると思うんですが、分かってほしいんですが、わかりますか？どうでしょう？一番最初に行ったチェックは最後にやりますので楽しみにしててください。で、これパタパタしてるだけでもいいんですが、できたらね、この裏もも、お尻の境目あたり、こうやって手を添えて、あ、筋肉使ってるなって感じあると最高です。呼吸止めないで。肩はね、力入んないようにしてくださいね。OK。そしたら次は、左手で左足首掴みます。左の前もものストレッチをしていきます。左前もも伸びますか？いまいち伸びない方は、膝をね、ちょっと床から浮かせる。こんな感じです。こうすると伸びてくると思います。ただ腰痛い人絶対無理しないで。その前ももがギューッと伸びてなくてもいいです。こう左の前ももが、伸びてるなーぐらいの感覚あれば十分です。で、肩、変な風に力入りすぎないように意識してくださいね。呼吸は止めない。肩は力入れすぎない。前ももが伸びてればそれで OK。呼吸止めないようにしましょう。OK。次、右手で右足首掴みます。右の前もも伸びますか？伸びない方は、ちょっとね、膝を床から浮かせてあげると、より伸びてきます。腰、肩痛い方絶対無理しないでくださいね。呼吸止めないで。で、この後、最初に行ったチェックやってみましょう。きっとね、変化が出てますので、変化が出たらね、コメントで変わったよと教えてください。よーし、OK。では、一緒にやっていきましょう。左足から、かかとをお尻に近づけたとき、このね、骨盤と床の間、ここに隙間があったんですが、僕はね、見事に隙間はなくなりました。手が入らなくなりました。皆さんどうですか？で、もう一つは、かかとがお尻につくか。僕はやっぱりね、手を使わないとつかないです。手を使って、かかとがお尻につく。ここまでいけば、最低ライン OK です。手を使ってもかかとがお尻につかないよって方はね、ちょっとまずいと思います。硬すぎますね。でもね、やっていくうちに柔らかくなるので、応援しますので一緒に頑張りましょう。OK。次逆足もいきます。かかとをお尻にぐっと近づけます。この時に骨盤と床の間、隙間が僕はなくなってます。ビフォーでは隙間があったんですが、アフターで隙間なくなりました。で、もう一つは、かかとがお尻につくかですね。僕はちょっと手を使わないとつかないですが、理想は手を使わずにかかとがお尻につくこと。で、手を使ってかかとがお尻につけば最低ラインは OK。手を使ってもつかない方はね、ちょっと硬いかなと思うので、頑張りましょう。OK、お疲れ様でした。皆さん、変化出ましたか？コメントで教えてください。でもここまで頑張った方は全然ズボラじゃないです。素晴らしい。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。2月限定無料メルマ登録でプレゼント。両方持って上向きに寝て膝を伸ばします。肩幅ぐらいに足を広げて、股関節を内、外にねじっていきましょう。まずはウォーミングアップです。股関節付け根からねじるように意識しましょう。呼吸は止めないで。なるべくゆっくりでいいから大きく内、外にねじるイメージです。腰反って痛いよって方はちょっとね、お腹へこましておくといいと思います。よし、OK。そしたら次は、
こんな感じで膝を立てて、しっかりグー、パー、足指をグー、パーです。これ繰り返しましょう。グー、パー、フー、パー。ゆっくりでいいですよ。しっかり丸める、パー、丸める、パー。ゆっくりでいいです。釣りそうな方はね、釣らない範囲でいいです。グー、パー、グー、パー。結構ね、普段やらない動きなんで意外と難しいと思います。頑張って。よし、OK。そしたら次は、この右股関節を大きく、外回ししていきます。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で回しましょう。ご自身から見て時計回りと反対、反時計回りですね。ゆっくり大きく回す。呼吸は止めないようにしましょう。大きく回す。で、股関節ね、ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある方は、ゆっくり小さく、痛みない範囲で回しましょう。なるべく大きく、呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。これで、次、左足いきますよ。左股関節を内から外に、ご自身から見て、こっちはね、時計回りです。なるべく大きく回していきましょう。スピードよりも普段動かさない範囲でゆっくり大きく回すことが目的です。こっちもゴリゴリになる方はね、痛みない範囲でやりましょう。痛みなければ大きく回していいです。ただね、どうしても股関節ゴリゴリが気になるよって方は、この YouTube の概要欄、一番下にね、股関節ポキポキなる方向けの動画貼ってますので、ぜひね、やってみてください。なるべく大きく回す。よし、OK。そしたら次は、カエル足早速作ります。足の裏をこんな感じで合わせて、膝を外に広げます。この状態で足をなるべく持ち上げる。お尻が床から浮くぐらい足を持ち上げる。こんな感じです。腹筋、特に下っ腹使う感覚ありますか？なるべく膝外広げてくださいね。ゆっくり自分のペースでいいです。腰痛い人無理しないで。どうしても腰痛かったら空いてる手をお尻の下入れるとだいぶ腰への負担が減ります。ゆっくり自分のペースでいいです。スピードはね、全く重要じゃないですよ。腹筋しっかり意識して腰反らないようにして、なるべくお尻が浮くぐらい。足の裏が離れちゃう人はね、足の裏多少離れても OK。下っ腹効いてればそれで OK です。よし OK。そしたら次は、膝立てた状態からですね、右膝だけしっかり伸ばしきる、下ろす、しっかり伸ばしきる、下ろす。これ繰り返しましょう。下ろす。しっかり伸ばしきる。下ろす。スピード全く重要ではないですよ。普段動かさない範囲までしっかり伸ばしきる。下ろす。伸ばしきる。下ろす。これ繰り返しましょう。頑張れる人はなるべく高い位置で伸ばしきる。きついよって人はなるべく低い位置でもいいです。これぐらいでもいい。OK です。伸ばしきることで、この膝上の肉をね、撃退していきます。伸ばしきる。戻す。ゆっくり自分のペースで。よし、OK。次は、左膝をしっかり伸ばしきる。戻す。しっかり伸ばしきる。戻す。繰り返しましょう。スピードは全く重要ではないです。しっかり伸ばしきる。ここで膝上の肉使いましょう。ここの筋肉使います。膝上。伸びきらない人はね、できる範囲で OK です。ただ、腰、肩、足、痛みがある方はね、痛みない範囲で行っていきましょう。呼吸を止めないで。頑張れる人はなるべく高い位置で伸ばしきる。きつい人は低い位置でも OK。頑張って。この後ね、カエル足連続できますので、ちょっときついと思うんですけどね、一緒に頑張っていきましょう。しっかり伸ばしきる。戻す。きつかったらね、再生速度早めたり遅めたり、各種目の最後の10秒サボったりしても OK です。よし、OK。そしたら次は、カエル足作ります。足の裏合わせて、膝外に広げた状態で、ちょっと足持ち上げます。この状態で、閉じる、開く、閉じる、開く。これ繰り返しましょう。足の裏離れてもいいです。なるべく開き切る、閉じ切る、開き切る、閉じ切る。スピード重要じゃないですよ。腰が反って痛いよって方は、なるべく高い位置でこうやってやると、お尻がちょっとね、床から浮くぐらい、この方が腰への負担が減ります。それでも腰痛いよって方は、空いてる手でお尻の下にこうやって手を入れると、腰への負担がね、だいぶ減ります。スピードよりもしっかり開き切る、閉じ切る。ラスト1回しっかり開き切る、閉じ切る。よし、OK。そしたら、膝曲げたままでも伸ばしてもどっちでもいいです。ドローインやっていきます。息吸って限界までお腹膨らませます。限界までお腹膨らませる。もうこれ以上膨らまないよーってところまで膨らませましょう。もう膨らまないってところまで膨らませる、膨らませる、膨らませる。よし、ゆっくり口から吐いて、吐いて、吐いて、吐いて。
吐きながらお腹へこませて、ふー、吐いて吐いて吐いて、ふー、吐いて吐いて吐いて、頑張って、吐き切る。しっかり吐き切って、きつかったらもう一回吸って、ゆっくり吐いて、ふー、しっかり吐き切って、ふー、お腹へこませて、よし、OK。そしたら、持ってるスマホ、一回床に置くかどっか立てかけておきましょう。カエル足を作って、両手は後頭部で組みます。で、ちょっと足、これぐらい持ち上げた状態で、きついですよ。腹筋、頑張って。ふう、頑張れ。お尻は床から浮くぐらい持ち上げとく。腹筋、頑張って。きつかったら足下ろしてもいい。で、首、腰痛い方は、ちゃんと手で頭持ち上げた状態。こっから腹筋。こっから腹筋。首の力使って起き上がったら絶対痛いです。頑張れる人はカエル足のまま腹筋。きつい。お腹しっかり意識して、腰肩痛い人絶対無理しないで。ラスト1回。よっしゃー、オッケー。きつかったっすね。そしたら次はね、膝立てたまま、ちょっと肩幅で広げに、足広げましょう。で、片方ずつ膝を内側に倒す。膝を内側に倒す。これもね、スピード全く重要ではないです。しっかり膝内側に倒す。内側に倒す。なるべくね、普段動かさない山で内に倒す。で、スマホ一回床に置いた方はね、またこうやって手で見ながら持っていただいて大丈夫です。もう手はね、使わないので。さっきのね、カエル足腹筋めっちゃきつかったですね。よし、OK。そしたら次はですね、足の裏合わせて、こんな感じ、カエル足作って、開いた状態からしっかり伸ばしきる。開ききる、伸ばしきる。腰が反って痛い方、ちゃんとお腹に力入れておくか、空いてる手をね、お尻の下入れることで、だいぶ腰への負担が減ります。しっかり開ききる、伸ばしきる。見えますか？開ききる、伸ばしきる。開ききる、伸ばしきる。きつかったら、各種目のね、最後の10秒とか、サボったりとか、再生速度早めたり遅めたりしていいですからね。しっかり開ききる、伸ばしきる。内ももお腹効いてますか？伸ばしきる。よし、オッケー。そしたら休憩ストレッチ。膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに広げましょう。で、この状態で、股関節を内、外にねじっていきます。呼吸を止めないで。つま先だけ動かすっていうよりも、この股関節ね、付け根からねじるイメージです。これ休憩なので、適当にやっとけばいいですよ。そんな無理にね、急いでやる必要もないです。でね、やってるうちにどんどん疑問出てくると思うんです。疑問出てきて、わからなければね、コメント欄に質問していただいてもいいし、概要欄にね、ズボラストレッチの教科書とサブチャンネル無料で見えるように貼ってありますので、ぜひね、ご覧いただければと思います。よし、OK。そしたら、もう一回カエル足作ります。なるべく膝外に開いておいて、この状態でお尻を持ち上げる。お尻を持ち上げる。そんなに高くギュッと上げなくてもいいです。お尻の筋肉こうやって触って使ってる感覚があればそれで OK です。なるべく膝を外開いてくださいね。足の裏同士ね、ペタってついてなくてもいいです。膝が外に開いてれば OK。で、お尻使う感覚あれば最高です。もしこれがどうしてもきつくてできない人は、こんな感じでもいいです。膝立った状態でやってもいいです。ただね、お腹が突き出てこうやって反り腰にならないようにしましょう。しっかりお腹へこましたまま、お尻意識して持ち上げる。ラスト1回一緒にやりましょう。しっかり持ち上げる。よし、OK。これでスマホ持ってうつ伏せになりましょう。よし、じゃあうつ伏せに寝たらスマホは顔の前に置いておきましょう。で、かかとをお尻に近づけるイメージで、パタパタ動かしていきましょう。こんな感じです。で、こうやってスピードつけるよりもゆっくりでいいから、この裏ももとお尻の境目、この辺の筋肉をね、意識してできるとめちゃくちゃ良いと思います。こうやって空いてる手で裏ももお尻の境目触って、あ、使ってるな、力入ってるなって感覚あれば OK です。スピード勝負じゃないですからね。胸が苦しいよって方はちょっとね、こうやって上半身浮かしてもいいですが、腰痛い方は絶対無理しないでください。裏ももお尻の境目、しっかり意識しましょう。これ裏もものセルライト撃退とね、ヒップアップにめちゃくちゃ効果的です。呼吸止めないで。よし、OK。そしたら次、足の裏、
こんな感じで合わせてカエル足作ります。こんな感じです。足の裏合わない方はね、なるべくこのポーズに近づければいいです。で、このまま、かかとをお尻に近づける、戻す。かかとをお尻に近づける、戻す。繰り返しましょう。お尻の筋肉使ってる感覚ありますか？足の裏同士つかない方ね、足の裏ついてなくてもいいです。だいたいざっくり、ひし形みたいに、だいたいカエル足になってて、このお尻の筋肉触って、使ってるなって感覚があれば、それで OK です。足の裏を合わせることはね、そんなに重要じゃないです。きつかったらね、各種目最後の10秒サボっていいですからね。よし、OK。どうですか？ついてきてますか？大丈夫ですか？そしたらもう一回この足の裏、こうやって合わせたままですね。このままかかとをお尻にぐっと近づけます。で、この状態でお尻の筋肉、力入ってるなっていうのを触って確認して、キープです。お尻使う感覚ありますか？上半身はこうやって起こしててもいいですが、起こしてるとね、腰反っちゃうので、なるべくべちゃっと寝かしておいた方がいいかなと思います。ただ胸が苦しい方はね、無理しないでください。なるべくかかとはお尻に近づけて、ぎゅーっとね、お尻に力入ってるのを意識して行いましょう。で、結構ね、食事制限した方がいいですかとかって質問いただくんですけど、食事に関してはね、概要欄の無料の YouTube サブチャンネルからご覧いただければと思います。よし、OK。そしたら、両手を耳の横について、ぐっと上半身反らします。これで、腹筋のストレッチです。腹筋が伸びる感覚ありますか？腰が反って痛いよって方は、肘ついて、ちょっと顎を上に持ち上げる。これでもね、腹筋伸びる感覚あるんじゃないかなと思います。腰が痛い方は絶対無理しないでくださいね。もしね、今の段階でわかんないことがあれば、遠慮なくコメントで気軽に質問してください。呼吸だけ止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら次は、四つん這いになります。四つん這いになったら、なるべく膝と膝を離して、こんな感じ、カエル足のポーズをとります。なるべく膝同士をしっかり離して、こうやって肘ついて OK です。で、このままですね、ちょっとお尻は後ろに引くイメージです。内もものストレッチをしています。伸びますか？腰が反っていたい方は無理しないでください。こうやって手ついちゃってもいいです。内ももが伸びてればいいです。いまいち伸びない方は膝同士をなるべく離してあげると良いと思います。どうしてもきつい人はちょっとこうやって動きながらやってもいいですね。反動つけながら。きついなこれ。呼吸を止めないで。膝が痛いよって人は布団の上とかね、絨毯の上とかでやっても全然 OK です。よし、OK、よく頑張った。明日はもう一回うつ伏せになりましょう。そしたら、うつ伏せのまま、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴をギュッと締める、緩める。これ繰り返していきましょう。緩める、ギュッと締める、緩める。締める、緩める。勢い、スピードはね、重要ではないです。しっかりお尻の穴ギュッと締めると、内もも使う感覚もあるかなと思います。締める、緩める。でね、最近コメント欄すごい活発で嬉しいので、ぜひね、この動画2週間チャレンジ、1週間チャレンジやってみるよって方は、ぜひね、コメント欄使って、毎日やったよって記録をね、つけていただければと思います。最近はね、毎日頑張って、Twitter、インスタ、TikTok、Pinterest、毎日更新してますので、概要欄からご覧いただいて、フォローいただけるとすごく嬉しいです。OK です。お疲れ様でした。よく頑張りました。メジャー使って測った方はぜひね、アフターも計測してみてください。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。